麻雀とぷよぷよフィーバーでは似ている点がいくつかあるんです。なので、麻雀が好きな人であれば、ぷよぷよフィーバーも好きになってもらえるんじゃないかと思います。麻雀打ちのみんな、ぷよぷよフィーバーをプレイしてみてくれ。おいっす、瀬川丹です。この動画では、ぷよぷよフィーバーと麻雀が好きな私、瀬川丹が、麻雀打ちに向けてぷよぷよフィーバーをおすすめしていきます。麻雀打ちにこそぷよぷよフィーバーをおすすめしたい理由、それは、麻雀とぷよぷよフィーバーでプレイしている時の考え方が結構似ているところがあって、麻雀が好きな人であれば、きっとぷよぷよフィーバーも好きになってもらえるんじゃないかと思うからです。ぷよぷよを知らないよという方にもきっと興味を持ってもらえると思いますので、しばらくお付き合いください。では早速始めていきましょう。はじめにお断りですが、私は麻雀もぷよぷよフィーバーも上級者ではありません。そんな人が主観を交えて語っているという点、ご承知おきください。まず、ぷよぷよフィーバーのルールについて軽く説明します。詳細は別の動画で解説していますので、そちらもご覧ください。ぷよぷよは同じ色のぷよを4つつなげて消すことで相手に攻撃する対戦パズルゲームです。麻雀打ちはパズルゲームが好きな人も多いと思うので、ご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は一概にぷよぷよといってもルールがいくつかあります。麻雀でも4マと3マではパイを積もって切ってを繰り返して手配で役を作るという基本的な遊び方を共有しつつ、詳細なルールの際により違った魅力を持っていますよね。同じようにぷよぷよでも一番有名である2ルールと今回取り上げるフィーバールールでは違った魅力があります。2ルールとフィーバールールの最大の違い、それはフィーバールールにはフィーバーモードが存在するという点です。ぷよぷよではぷよが次々に消える連鎖を打つことで相手に攻撃をします。基本的には連鎖が長くつながるほど強い攻撃になります。2ルールでは連鎖は全て自力で組まなければいけませんが、フィーバールールでは条件を満たすとフィーバーモードという状態に入り、すぐに連鎖が打てるように組まれたぷよの組が次々と用意される状態になります。つまり、フィーバールールには自力で連鎖を組まなくても連鎖が打てるボーナスタイムが存在するのです。フィーバーモード中に連鎖を打ちまくることで、自力での連鎖で負けていたとしても逆転する可能性が出てきます。では本題に入りまして、麻雀打ちにぷよぷよフィーバーをお勧めしたい理由を話していきます。冒頭で話した通り、麻雀とぷよぷよフィーバーには似ているところがあると考えていて、麻雀が好きな人であれば、ぷよぷよフィーバーも好きになってもらえるんじゃないかと考えています。私が考えるぷよぷよフィーバーと麻雀が似ていると思う点は次の3点です。1、ぷよぷよの連鎖構築は麻雀の手配進行に似ている。2、フィーバーモードにおける連鎖の種は麻雀のハイパイのようなものである。3、フィーバー合戦は麻雀におけるリーチ合戦に似た緊張感がある。この3点についてそれぞれ説明していきます。ぷよぷよの連鎖構築の考え方は麻雀の手配進行の考え方に似ていると思うんです。ぷよぷよでは落ちてくるぷよの色がランダムなので、連鎖をつなげたり発火したりしたいと思っても都合よく色が来ないことがあります。ぷよは複数個の組で落ちてくるので、都合の良い色のぷよが来ても他のぷよの影響で形が悪くなることもあります。ですので、単に大きい連鎖を組めばいいというだけではなく、相手に隙があってしばらく連鎖を発火できなそうだと思ったら、先に小さい連鎖で攻撃して相手が大きい連鎖を組むのを妨害したりすることもあります。これって麻雀で点数や川や泣きの状況を見て高い手を作ってそうだから早く上がって曲を流そうなどと考える思考と似ていますよね。逆に隙を与えないよう、ぷよぷよでは複数の色で発火できるように連鎖の組み方を考えたりもするわけですが、これも麻雀でいうところの待ちや受け入れが広くなるように手を組むという考え方に似ています。ほら、ぷよぷよの連鎖構築って麻雀の手配進行に似ていると思えてきませんか？ここで連鎖構築について実際の対戦での具体例を見ていきましょう。フィバリというぷよぷよフィーバーで最大級の規模の施設大会があり、その中でも S 級リーグという最上級者同士の対戦からピックアップしてきました。この状況から解説していきます。お互い連鎖をつなげることも可能ではあるのですが、だいぶ相手を妨害する方に寄せた連鎖の組み方になっています。まず画面右側の 2P、少し遠いのですが、次にちょうど来る黄色と青を1列目に置いた後、
2列目に緑を置き、さらに3列目に黄色と緑を置けば連鎖が打てる形になります。こんな感じです。ただ、縦に3つぷよが並んでいる状態は、特に画面上部では連鎖時に意図せずに連鎖に巻き込んだりしやすくなるため、大連鎖をつなげるには向かない状況です。基本は相手の手を潰す目的で意図的にこう組んでいるのだと思われます。実際、この後の緑と赤から2連鎖目に3色消しとなる3連鎖を打っています。一度に複数色のぷよを同時に消すと、同じ個数のぷよを1色で消すよりさらに火力が上がるので、2連鎖目の3色消しは時間をかけずに相手に中規模の攻撃を送るには非常に強力なものになっています。ただし、緑と赤の置き方によっては3連鎖目を含めないこともできました。一方、画面左側の 1P は1列目に赤を置いた後、4列目の緑から連鎖を打てる形です。しかし、連鎖をつなげずに複数色消しの2連鎖や3連鎖を打つパターンをいくつも持っている形にもなっています。例えば、次にちょうど来るぷよを5列目に黄色2個、6列目に赤2個で置けば、2連鎖目に2色消しとなる3連鎖となります。あるいは4列目と5列目に黄色が下になるように置けば、2連鎖目と3連鎖目がともに2色消しの4連鎖になります。実際は黄色2個赤2個は見送って、次の赤と緑で3連鎖2色消しを打っていきました。お互いに連鎖を伸ばす手もある上、小連鎖で潰す手も複数種類持っている状況でしたが、それぞれ潰しの手を打ち、最終的に 1P 側にお邪魔ぷよが6個降ることになりました。ただ、打ち終わった瞬間の形を見ると、1P 側はまだ6連鎖の形を残しているのに対して、2P 側は連鎖がほぼ残らない形になっています。1P 側は多少の攻撃を受けたとはいえ、不利とは言えない状況でした。仮に 1P が打てる最大の潰しであるお邪魔ぷよ39個分の攻撃を打っていたとして、相手にお邪魔ぷよを降らせることはできましたが、残した形が3連鎖分ぐらいになってしまっていたので、どちらの選択の方が良かったかの判断は難しいところです。ここまでぷよぷよフィーバーの連鎖構築の具体例を見てきました。ぷよぷよの場合、相手もリアルタイムに操作しているため、自分の手番であれば何秒もかけて検討できる麻雀よりはさらにスピーディーな判断が求められることにはなります。しかし、麻雀で手配進行を考えるのが好きな方は、きっとぷよぷよの連鎖構築にもハマるんじゃないかと思います。そもそも、ぷよぷよで落ちてくるぷよのことを麻雀になぞらえて、ツモと呼ぶこともあるくらいですので、きっと先人たちもぷよぷよと麻雀に類似性を覚えていたのだと思います。1点目の理由は、フィーバールールでも2ルールでも同じことが言えますが、ここからは特にフィーバーモードをお勧めする理由になります。フィーバールールのフィーバーモードで連鎖の種が降ってきた時の思考は、麻雀のハイパイを受け取った時の思考と似ていると思うんです。フィーバーモードでは連鎖の種が降ってきます。連鎖の種はぷよ一つですぐに連鎖が発火できる状態ですが、すぐに発火しないといけないわけではありません。フィーバータイムや現時点の相手の連鎖の構築状況、予告ぷよの状況などに応じて、今すぐ連鎖を発火するのか、連鎖を伸ばしてから発火するのかといった状況判断が必要です。これって麻雀にて曲の始まりにハイパーや今の点数状況、残りの曲数などを踏まえて早く上がりに行くか打点を狙いに行くかといった打敗の構想を立てることに似ていると思います。ぷよぷよフィーバーにおける状況判断の例ですが、例えばフィーバーモードに初めて入ったケースを考えます。5連鎖の種が降ってきますが、基本的にはこれをすぐに発火するよりも連鎖を伸ばせるだけ伸ばしてから発火した方が良いとされています。というのも、連鎖の種から連鎖を伸ばさずにそのまま発火する場合、だいたい15秒で5連鎖、6連鎖、7連鎖が打てるかどうかといったところになります。7連鎖まで打てたとすると、次にフィーバーモードに入る際は8連鎖の種からスタートになります。一方で、15秒の間に9連鎖まで伸ばせたとすると、これは5連鎖、6連鎖、7連鎖をそれぞれ発火した火力の合計よりも大きい火力になります。さらに、次のフィーバーモードが10連鎖の種からのスタートになるので、連鎖の種をすぐに発火することを繰り返して7連鎖まで進めるよりもはるかに優位に立てています。ただし、今すぐに連鎖を発火することで相手を倒せたり、あるいはより大きな攻撃を事前に阻止できるという状況であれば、降ってきた連鎖の種をそのまま発火する選択肢も出てきます。
また、フィーバーモードでは、1個でもぷよを消してしまうと、別の連鎖の種でやり直しになってしまいます。そのため、降ってきた連鎖の種が連鎖をさらに伸ばしやすいものなのかどうかや、色の噛み合いが悪くてうまく連鎖を伸ばせなくなるリスクなども考慮した上で、どこまで伸ばして発火するのかを判断する必要があります。では、実際の対戦の例を提示して解説していきます。こちらもフィバリ8の S 級の試合からです。2P 側に予告ぷよが130個分ほどある状況で 1P 側がフィーバーモードに入りました。先ほど話した通り、フィーバーモードに初回に入った時の5連鎖の種はすぐに発火するよりできるだけ伸ばしてから発火する方が有利です。そのため 1P は連鎖の種からさらに連鎖を伸ばしていきます。しかし続けて 2P もフィーバーモードに入りました。連鎖を伸ばすほど相手にも連鎖を伸ばす時間を与えてしまうので、1P 側はまだ8連鎖までしか伸ばせていませんが、この時点で発火することを選択しました。2P はフィーバー側の予告に攻撃を受けてしまったため、相殺せざるを得ず、8連鎖までしか伸ばせませんでした。8連鎖を打った後、さらにフィーバー側の予告が残っているため、さらに1手で相殺しないと攻撃を受けてしまい、次も連鎖を伸ばすことができません。次の9連鎖は発火に成功して、フィーバー側の予告はほぼ相殺しきったものの、通常の予告は残ったままです。次の10連鎖の種で連鎖を発火できるぷよを引くことができないままフィーバータイムが終わってしまい、2P 側の負けになってしまいました。もし 2P 側が10連鎖の種を発火できていれば、お邪魔ぷよ30個分ほど 1P 側に返ってきていたと思われるので、結果はどうなっていたかわかりません。ただ、少なくとも 2P の連鎖伸ばしをさらに許していたケースよりは良い結果になっていたのではないかと思われます。実戦の例でも見てきた通り、フィーバーモードで降ってくる連鎖の種からどのように連鎖を構築していくかはプレイヤーの判断次第です。麻雀にてハイパイをもらった時にこの手をどう進めようかなといろいろ想像するのが好きな方は、きっとフィーバーモードでの連鎖構築も好きになってもらえるのではないかと思います。フィーバールールにて、フィーバーモードでの大連鎖を打ち合う状況をフィーバー合戦と呼びますが、フィーバー合戦になると、麻雀におけるリーチ合戦でのめくり合いと同様、一つのツモ次第で勝ち負けが決まるようなひりつく展開になります。ぷよぷよにはマージンタイムといって、一定時間が経過すると同じ連鎖でも遅れる攻撃力が増えていく仕様があります。フィーバールールでは2ルールよりも試合時間が長くなる傾向があり、フィーバー合戦になった際は最大倍率である通常時の120倍の火力になることもしばしばあります。そうなると1連鎖を打つだけで勝負が決まるほどの攻撃をできるようになります。ぷよを消して相殺することで攻撃を受けるのを保留することができますが、ぷよを消せなくなった時が終わりの時になるわけです。次のツモでぷよを消せるかどうか、その一点で試合がほぼ決まってしまう状況は、まさに麻雀におけるリーチ合戦でのめくり合いにおいて、天命を待っている時と同じような緊張感があります。では、実際の対戦での例を見ていきましょう。こちらは過去の私のオンライン対戦のリプレイからになります。画面右下の経過時間を見ていただくと、すでに開始から5分20秒ほど経過していることがわかります。この状況で 2P が4個消し1連鎖を打ったところ、1P のフィーバー側の予告にお邪魔ぷよ25個分の予告ぷよが送られました。1P 側の連鎖の種は赤から発火すると15連鎖になりますが、現在のツモには赤が含まれていません。相殺しないと攻撃を受けて負けが確定してしまうため、やむなく緑からの2連鎖で相殺をして次の連鎖の種にかけます。1P がフィーバーの連鎖に失敗したのを見て、2P は再度4個消し1連鎖を打ちます。1P の次の連鎖の種は黄色以外でプヨを消すことができませんが、1P のツモに黄色が含まれていなかったため、1P は攻撃を受けるしかなくなってしまいました。ここまでの対戦例でも見てきた通り、フィーバー合戦において1連鎖で勝負が決まってしまうようなひりついた展開もフィーバールールの魅力です。麻雀のリーチ合戦のようなひりついた展開が好きな方は、ぜひフィーバールールをプレイしてフィーバー合戦を体験してみてほしいです。きっと楽しめると思います。ここまで麻雀打ちに向けてぷよぷよフィーバーをおすすめしてきました。ただ、そもそも麻雀打ちに限らず、ぷよぷよ初見の人にはフィーバールールをおすすめしたいんです。フィーバーモードでは連鎖の種が降ってくるので、ぷよぷよの連鎖の組み方の参考にもなりますし、自力で連鎖を組めなくても勝利体験が積みやすいです。初めてぷよぷよを触れる人にはもってこいのルールですよね。
かくいう私も初めてぷよぷよをプレイしたのは2ルールでしたが、連鎖を組めるようになったのはフィーバールールをプレイした後だった記憶があります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。フィーバールールに興味を持ってくださった方、ぷよぷよ e スポーツというソフトで遊ぶことができますので、ぜひ遊んでみてください。なお、ぷよぷよテトリスのシリーズではフィーバールールは遊べないので注意してください。本チャンネルでは今後もぷよぷよフィーバーを広める活動を実施していきます。特に麻雀界隈に向けての布教を強化していきたいと考えていますので、麻雀とぷよぷよフィーバーを絡めた動画作成や実況配信をできればと考えています。応援してくださる方、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまた。